さて、日暮らしの泣く頃にの作者がストーリーを手掛ける日本の田舎を舞台としたホラー新作が満を持して登場とのことで、今回はサイレントヒル F の紹介を行います。序盤数時間プレイした上でのネタバレは極めてなしでの解説からで、その後動画後半は遊んだ様子をまとめてお届けします。最近大作が続いておりますが、これまた待望の作品でした。なぜかというとシナリオが日暮らしの方だったためです。私は年間300本以上ゲームをプレイし動画にしていますが、過去遊んだゲームの中で10本心に残る作品をあげろと言われたら、海猫の泣く頃にが漏れなく入ります。日暮らしの次の作品です。それくらい惚れ込み、一番最後の最もネタバレに近いと言われる短編シナリオも10年以上ゲーム化を待ち続けたくらいです。以前作ったホラーゲーム娘の部屋でも実はちょっとした海猫の小ネタを入れています。世に与えた影響は多大であり、その後の多くのホラーやアドベンチャーゲームでは海猫風の BGM が導入されているくらいです。ストーリー構造はシンプルの真逆であり、極めて複雑怪奇です。そこに人間ドラマを混ぜていく形態で心をわしづかみにされます。よってサイレントヒルというと現実なのか何なのかわからない世界をさまようサイコホラーであり、日暮らしの方の作風と見事マッチしています。また日暮らしはご存知、萌え系かと思いきや超ショッキングな内容であり、今作と舞台が似通っています。プロモーションムービーを見ると迫真のシーンやら不穏な雰囲気を感じ取れますが、ただその公式動画は見ない方が良いとも感じました。後半にならないとプロモーションムービー内の多くのシーンにまでは至らないためです。初めの数時間は仕込み部分であり、生と動の中ではまだ生の部分です。もちろんホラーの驚かし要素は多大に含まれますが、衝撃的な場面はそこまでありません。これは一体何なんだが常に付きまとう進行であり、読み解くにしても材料が多すぎる、あるいは全く足りず、確信が何なのか、主人公もふわふわした状態で進みます。舞台に至っては大きく2つに分かれ進行し、一つが初めから明かされている日本の田舎町、もう一つがここはどこな世界です。それが交互にザッピング的に入れ替わり、ますます霧の世界に迷い込みます。主要な登場人物たちですら現存するのか、今目の前に映っている景観は何なのか、これらクリーチャーは実は何を指しているのか、など可能性を挙げたらサイレントヒルなだけにキリがないくらいです。マルチエンディングも歌っており、1周目は固定、2周目以降は分岐し、5つまであります。まだ1周目ですが、多分こうすると分岐するんだろうな、という予想はできます。いわゆるノベルものの誰を選ぶか的な展開が待っていそうです。事前情報では1周は10時間以上かかり、2周目はどういう形態かはまだクリアしていないためわかりません。また初めから丸々部分的に変化を楽しめるのかどうかです。進行は一本道系ではありますが、行き止まりにはアイテムやイベント、読み物があったりと先を急がない方が得をする作りです。時代背景は1960年代で、まだ差別や暴力が平然と行われていた日本を表現していることも書かれています。特に男女差別がキーともなっています。ちょうど私の年代あたりから男女を平等にする学校教育が行われるようになったとも言われており、子供の時ながら大人たちの言動を見ると全く受けた教育が異なるんだなと感じたことがあるくらいでした。学校の教師ですら男女差別の風潮があり、体罰という名の暴力もありました。そういった今見ると法を無視した異常な事態は現代でも村社会といった山奥には残っているのがたびたびニュースになり、ここら辺をひっくるめて舞台にしたのが日暮らしだったり、今作のサイレントヒル F です。ホラーですが戦闘もあるのが特徴で、通常難易度は程よい難しさです。バイオハザードほど戦闘の頻度は高くなく、道中のホラー演出を高めるアクセントです。初代バイオの恐ろしさを煽るゾンビ配置に近いです。純粋に物語のみを楽しみたい人は一番優しいモードにすればサクサク進められるし、恐怖度は変わらない上手い作りです。それと主人公のひな子は見た目がだんだんボロボロになっていき、進むにつれ衣服が剥がれていきます。これは壮絶な戦いがあるため自然なことです。すべてのホラーゲームが採用してほしいメカニクスです。発売日は2025年9月25日で、価格はフルプライスの8580円であり、ちょっと高いデラックス版は多少早めに遊べるほか、おまけコスチュームがついてきたりします。怖さが台無しになる面白い衣装もあるので、タイムアタックとかで選ぶと良さそうです。対応プラットフォームは PC のほか PS5、Xbox となっております。というわけでここからは一体どんなゲームシステムなのか、序盤ある程度まで実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。性差別や児童虐待、いじめ、薬物による幻覚、拷問、強い暴力表現が含まれている。
恐ろしいゲームだ。それでは始めていきましょう。サイレントヒル F。一体 F とは何なのか。お守りボタン。特典は祠で受け取ることができる。お守りっていうのは装備品のようですね。あとアイテムパック。これはまあ DLC の特典ですね。はじめから。これは難易度かな？物語重視。従来のサイレントヒルらしい難易度。難関。あ、この2つしかないんだ。じゃあ従来でいきましょう。はじめはね。で、さらに謎解き。ゴリ夢中。これより難しい。へえ。これは簡単。まあ普通でいきましょうか。難関。で、服装が選べる。ホワイトセーラー。なんだこりゃー。ピンクラビット。いきなりふざけてますね。まあ一番上でいいかな。ネイビーセーラー。お人形。一人でも全然寂しくないの。一人でも寂しくない。外れなんか気にしないもん。仲間外れにされてる？ひなこ？ひなこ。お友達のところに遊びに行ったんじゃなかったの？主人公の名前ですかね。男の子と遊ぶ子はおままあ、人形に話しかけられてるんだ今。じゃあお姉ちゃんと一緒にお姉ちゃん。おままごとしよっか。いや、どっちがどっちだ？お待たせ。お、お姉ちゃん、お姉ちゃんが左。何かいいことでもあった？ひなこは右ですね。昔を思い出してた。お姉ちゃんってお姉ちゃんは頃からずっとお姉ちゃんだった。お姉ちゃんだったんだなって。お姉ちゃんの顔が見えませんね。ひなこ、私ね。ん？これお、お姉ちゃんにあげる。鈴を渡した。これが合図か何かの。ありがとう。電線は通ってる時代だね。ちょっと古い感じですね。提灯が吊るしてある。火の用心、オロビタン A、田んぼ。親に向かってその言い草はなんだ。お父さん、ひなこが虐待されている。純子が姉の名前か。妹の前は何もかも正反対。嫁に行ったのかな。正反対であるひなこ。話はまだ終わってないぞ、ひなこ。ひなこだって分かってくれてますよ。あ、分かってたら酒に酔ってるな。態度になるんだ。これも全部お前がひなこをずっと甘やかしてきたからだろう。お母さん優しいようだね。お父さんはね、あなたのためを思って友達のとこ行ってくる。早めに帰っておいでね。そう。家を出ましたが、ここから動かせるようですね。山を降りる。あってたまるか。そんなこと。なんだ？何があったんだ？父親に何か言われたんですかね。まずこっちか。山を降りる。走る。スタミナあんのかな。おお。素晴らしいね。日本の風景。かなり詳細に作り込まれてる感じですね。友達の家はどっちだ？ここは田舎だから鍵とか閉めてないかもしれませんね。ドアには村社会である。変なしきたりとかありそうですね。噛んでおこう。拝んでいく。これか。ここでセーブができんのかな。私は拝む。着替える。あ、ここで衣装変えられるんだ。お守りもらえませんね。まだなのかな。で、なんか FPS がちょっと低い感じするけど、これあえてかな。30fps？ 設定で変えられるのかな、もしかして。そういう演出なのかもしれませんね。あ、フレームレート条件30になってる。あー、30の方がいいのかな。なんかいい気もしてきたな。このゲームの場合ね。ちょっと昔風ということで。まあでも、60にしよう。うん。まあ、現代風のゲームだったね。30の方がいい感じがする。とはいえ、進んでいきましょう。ここは門が閉まってるな。入れないか。特に今んとこ、アクションできませんね、何も。周りになんかあったりすんのかな。隠し要素的な。住所が書かれてますね。勝野台2丁目。これはなんだ？謎の何か。キノコ？キノコでも焼いていたのか。裏手に出ると。ここには酒があるぞ。こんな時間からお酒。この村は酒浸りなのか。女性は愛されてこそ花も恥じらう乙女の最新ファッション特集。うん。さっきね、性別差別があるとありましたが、まあその昔の日本、まだ女性差別がね、強い時代の頃かもしれませんね。私が生まれた、ちょうどその年にね、男女が本当に平等になるような
教育、男女平等教育ですね。になったと聞きましたけれど。まあ確かに、私の上の世代の人たちとね、学校の教師とか、まあなんか考えが違うなっていうの分かりましたね。人気がない。時計がないな。どうしたんだ？千鶴屋なら誰か来て。千鶴屋。商店。手帳に新情報あり。ここでログが見れるのか。なんて言うんだこれ。恵比寿ヶ丘。田舎の小さな町。戦前、北の山のダム工事や炭鉱の労働者が大勢出入りしてとても栄えていた。ダム工事が終わり、炭鉱も閉山し、今はただの寂しい町。町と市街地中心を結ぶ立派な鉄橋だけが当時の映画を忍ばせるのだそうだ。地図、目標を確認する？現在地が真ん中で、こっちから来たのかな？バッテンが祠？いや、なんだろうね。祠と、ドアが閉まってるって意味か。目標は下の方だね。南だ。しかし、コンパスはない。適当に進んでいこう。こっちかな？これは、狐か。小さな狐も飾られてますね。あとは井戸。車で道が塞がれてるぞ。見られてる。すいません。誰か？運転手さんいませんか？運転手さん。なんだ？ネズミ？早くも不吉な。靴にべったりと。道を下げていくようだね。他の道を探そう。他の道、すでに異変が始まっている。誰もいないのか。背中これ。なんか書いてある。高校生か。昔の制服、こんな感じなんですか。とりあえずこっちだな。いや、いいね。景観本当に。抜け道がある。わ、細いね。こんなとこ。ここで、ローディングが行われるかもしれませんね。定番の細い道。呪い。ひどい死に方？私なら絶対に嫌。そんな家。誰が亡くなったのか？噂。私のことを言っていたのか？姉が亡くなったのかもしかして。そうとしか考えられませんね。もしくはまだ、家族がいたのかどうか、写真には写っていない。ありそうだな。この作者の方ならば。裏切り者。お、いじめっ子か。咲子、ちょっと言い方。どういうことだね。車が道を塞いでてさ。千鶴や。咲子ね。私も後から行くね。友達いいのか。じゃあね。裏切り者ってなんだ？あだ名なのか。なんだ。不穏だな、もう。きっと咲子の口癖なんでしょうね。不憫な子なんだ。裏切り者に見えてしまう。周りがね。咲子。イラストは可愛らしいね。友人なんだ。五十嵐咲子。夢見がち。ちょっと変わった子。なるほど。そういうキャラなんだね。500円を踏み倒そうとする。父親は神社の神主。千年杉神社。新年には巫女服を着て、お札を売るバイトをする？他にも見れますね。お姉ちゃん。お姉ちゃんどうしちゃったの？お姉ちゃんやばいよ、もう。純子でしたっけ？お嫁に行ってしまって、お姉ちゃんはいなくなってしまった？さっきの呪われたみたいな話は何だったんだ？お父さん。怖そうだな。亭主関白。普段は無口であるが。おはようと言っても返さない。ムカつき野郎だな、こいつ。言わないと怒り出す。もうダメだ、もう人間が終わってる。酒にやられてしまったか。こっちはまだ他にページがあったんだ。先がね。なら外でもそう振る舞えばいいのに、人前では口数少なくおとなしそうにしている。こいつと一緒の家に居続けるくらいなら、神隠しにでも会ってしまいたい。お姉ちゃんはこれ1ページのみか。お母さん、かわいそうな人だと。父親に怒鳴りつけられていて、今は嫌いかもしれない。もう母親の生き方は嫌だと。受け入れられない。私。なんだこのイラストは。ツバメになんか花がありますね。何もかも平凡。身長はちょっと高いんだ。陸上部にいたから運動ができる。小さい頃は男子に混じって激しい遊びをすることが多かった。なんかままごとの話してましたけどね。2ページ目。欠点は頑固である。
人に決められたことは好きになれない。それが正しいことであっても、反抗して不適当なことを選び、後で困ったことになった例は一つや二つではないかも。ここまでか。情報は欠かさず見ていきましょう。交通安全、味の友、日本の調味料。車は車。三輪なんだ。なんて書いてある？鮮魚、岡本水産。魚か。生臭そうだね。これ頑張ればまあでも通れるよね。なんかこういう家と家の間に出てきそうだね。恐ろしい何か。さらに、美容石鹸。菊蛍光、蚊取り線香。おう。さらに火の用心。また井戸だ。なんか文字が書いてあるけど。曰く付きの何かなんですかね。もしくは、正しく使いましょう的な。ゴミ箱もあるけど。岩が置いてあるな。こんな細い場所、誰がいる？ゴミの集積は、どうなってんだろうね。こっちは行き止まりか？空傘。工事中。ずっと工事している。隣町に行けんのかな。ということで前方の人物、シュウ。友人か？幼馴染、力になってくれんのか。物心ついた頃からずっと一緒に遊んでいる。宇宙戦争ごっこ。相棒と呼び合っている。ああ、わかった。サキコが、シュウを好きなんだ。で、なんか、裏切っちゃったんだな。昭和の子供たちにありがちな、これ書いてるのはいつなんだ？昭和の時にね、自らを昭和の子供って認識することはできないよね。異性を冷やかし馬鹿にする考えを持たない珍しい人。ああ、なるほどね。やっぱり今から見た、この文章だよね。女子は女子らしくしろと言われると反抗していた私にとって最大の理解者だった。シュウ、ここがさっきの商店か。なんだ？うつむいてんな。あんまり強そうに見えないね。あ、でも声は強々しいな。相棒。どうしたシュウ？元気ないなお前。なんか言ってよ。お前こそなんだ？なんか言うことはないのかよ。気まずいね、なんか。どうしちゃったの？相棒にないんだったら私にだってない。これはなんだ？トランプ？お前が自分で選んだ道なら自分で選んだ道。俺はいつまでも応援するからな。家庭の事情知ってるんですかね、シュウ。シおお、いいやつだ、シュウ。シュウ君、あ、お待たせ。あ、なんだ？誰だ？ひなこもいたんだ。ュウ、リンコ。リンコ。何の話をしてたの？みんな子がつきますね、名前。誰かとおしゃべりさらにしたい気持ちだったんだって。サキコ、お前どっから来たんだ？お役に立てて光栄の極み。おお、何そのお嬢様みたいなポーズ。会えると分かってたら軽くない。おう、仲良しらしいね。すぎだよ。これからはサクコに貸すとき消しゴムであっても証文を書かせるから。なんか様子がおかしいぞ。おお、なんかがいる。ひなこ？なんか笑い声がしましたね、今。裏切りも。あ、なんだ？裏切りも。ああ、ああ、なんだ。ああ、全身から血が。うわあ、血ではない。ああ、いやー、えらいこっちゃー。ああ、ヒレの脇物から逃げる。カメラ。絶対後ろ向いちゃう。正面に走らないのか。ああ、この花何？サザンか。やばい。走れ。うわー。いやー。ダメだ。挟まれた。こっちだ。よし、逃げろ。いやー。ああ。赤い。家も赤くなってくる。これか。飛び越えた。ポーズって何？止められんの？あ、止められた。うわー。こっちか。いやー。あー。やばい。光っていけなかった。まずいぞ。逃げろ。うわー。ここに入れば、ローディングだ。よし。あー。入れない。こっちもダメだ。こっちかじゃあ。こっちだ。なんかぐるぐる回ってるね。さっきから。うわー。離せ。おう。
逃げきた？ああ、まだダメだ。これやばいしょ、これ。ダメでしょ、これ。ああ、どうするんだ、こっちか。ああ、道がないぞ。やばい。行き止まりだ。どこ行けんの？何もない。おう。お姉ちゃん？今の声や。助けて、お姉ちゃん。うわー。お姉ちゃん、助けて。ああ、やばいやばい。これは夢なのか、まやかしなのか。主人公の心理状態を表してるんですかね。一体どうなってんだ。ああ、逃げ切った。いや、まだ赤いぞ。痛い。怪我したのか。週にもらっててよかった。あ、さっきなんかもらいましたね。相棒へ解熱鎮痛剤。お前に一番相性がいいぜ。よく頭が痛むのかな、主人公は。怪我の痛みにも効く。お前の頭痛は大抵悩み事で無意識に歯を食いしばってることが原因だ。心当たりがあるんだろう？俺でよければいつでも相談に乗るからな。赤いカプセル。体力と精神力ゲージの上限をわずかに回復。精神力ゲージがあるんだ。L1 で持ち物を使う。よっ。そう。逃げ回ってきたけど。ここは一体？あえて地図は見ずに。いろいろ移動しよう。包帯だ。ここどこだ？この住所に見覚えは？のとこに戻らないと。これ、カメラもっと出んのかな？まあ、中は暗黒かもしれませんけどね。そういえば、人物見れる？新たに、凛子。真面目な子である。以前、柊のことが好きだと打ち明けられたことがあると。応援はするが、草木や昆虫好きじゃないと難しいと思う。さらに私に、追記か。親の言うことを素直に聞く。お姉ちゃんとは違い、私は幼い頃から面倒くさい子だったらしいね。親の言うことを聞かなかった。でもお姉ちゃんは分かっていてくれた。守ってくれた。お姉ちゃんが両親との間に入ってくれたおかげで、私と両親の摩擦はなくなった。お姉ちゃんがお嫁に行くまでは。お姉ちゃん。ああ。本当にお姉ちゃんは、お嫁に行ったのかな？ああ、なんだ。変なられた。ああ、やばいやばいやばい。ああ、人形だ。からくり人形か。うわあ、人の皮？お姉ちゃんの皮もしかして。どうなんだ。あなたお姉ちゃんなんですか？実は。ああ、まるで回避？直前で回避すると見切り回避。持久力が回復。よし。よし、来い。はい。足が速かった。はあ、いつだ。攻撃のタイミングがわかんない。人形だから。前動作がないから。わかんないよ、これね。避けるタイミングが。あ。はあ。ダメだ。いやー、痛い。一度敵に掴まれてしまうと振りほどくことはできない。で、掴まれると精神力ゲージの上限と体力が大きく減る。とりあえず気をつけろと。逃げるしかないな。包帯使う、包帯。来るぞ。よし、回復した。上限は減ってしまったが。それに鎮痛剤だ。武器はないからね。ある程度離れると敵はこちらを見失う。戦闘から脱せられる。どうだ？ここまでくれば OK か。新情報、霧の町、日海の継ぎはぎのような化け物。私を見つけると不気味な笑みを浮かべて近づいてくる。おぞましい傷が全身を覆っている。その傷を私にもつけようっていうの？お姉ちゃんじゃないのか？開いてますね。誰か助けて。あ、ぶつかってしまった。どなたかいませんか？靴脱いだ？靴は履いたままかな？さらにカプセル。回復できるのは助かるが。家の中を完全に盗っ人じゃないか。2階があるぞ。誰かいませんか？ああ。
まだ明るいからね。変なのは出てこないでしょ。羊羹。これも回復か。お供え物にもできる。なんか得られる。徳を得られる。これだ。奉納する。おみくじを引く。お守りを手に入れられる。祈願。心を鎮める。ここから出れそう。出れない。あ、血がついてる。お、何これ。カメラ調整。観察する？なんだ？観察。カバン？おー！あー！血染めの鍵。何これ。これにもなんか意味があんのか？右目が傷がついてる。でも両目がないね。ああ！なにやばいやばい。なんか来た？ああ、産地が。ああ、来た。あばい。逃げろ。どこでできたんだあいつ。こっちか。お宝は？お、ここで鍵使えたんだ。あばい。逃げろ。あ、こっちじゃなかった。やばい。こっちか。おお。どうだやつは。こっちまで来れまい。愚かよの。まだでも、探索終わってないんだよね。完全には。まだいいのがやつは。厄介だな。一回も見終えてないし。中にほら。民家の鍵束。おぎゃーあーよけろ。すごい、食らいまくった。あ、ここで鍵使えたんだ。お守り、クジラ。回避行動中に攻撃を受けても中断されない。なんかに使えそう。装備、お守り？これでちょっとした構成が作れるんだね。あ、お供えができそうだ。やった。羊羹、串、合計330。決定。徳を得た。みたらし団子はうまそうだね。右上のは、なんだろうね。みかんかな？これでおみくじ引ける？ 300 で一つか。ランダムなんですかね。お守り梅。持久力の最大値増加。良いのかどうかわからないね。一回着替えてみるか。ホワイトセーラー。あ、リンコで、どう見ても違う。やばい。リンコに誘い込まれた。もしかこいつが喋ったのか。こいつがリンコ。ああ。パイプだ。戦闘が始まる。ついに。よし、今行くぞ。おりゃー。勝負だ。R1、R2 で大攻撃。もう誰かがソウルライクと言って、ソウルライクと言わないでくださいと。なんか公式にね、否定されてました。操作法とか、まあ、ダク組織ですね。敵がひるんでる間は与えるダメージが増える。で、四角で6ターゲット。これで6ターゲットか。おりゃよし危ないああ起きたジャスト回避こう殴る大切りひるんでいるこう殴れおらああ危ない早かったふうて誰の声だやった倒したぞおお見切り反撃反撃ができるタイミングにサインが表示そこで R2 を押すと見切り反撃で L2 で集中状態の時は見切りやすいんだただしサインが表示されない攻撃は見切り反撃ができない難しいねこれで見切れる下目とか減らないの特に今だあーできたなんか昔のテレビみたいにね色がちょっとなんか滲む感じになりますけどそこで殴りゃいいんだ作法もうダメだ作法は言ったじゃないかお前500円返せと悪い子はただられてしまうんだ悲しいシーンなのに頭に入ってこねえふざけた一種のせいで今日はもう閉店だよ今日も閉店だ帰れ帰れああやばいやばい情がついてるああ腕が食いちぎられている自分で食ったのか胃袋がないああ口が
どうなってんだこれ。顔もない。顔なしだ。あー、人形信じちゃダメ。どっちを信じればいいんだ。これはルート分岐か。さっきの反対側、メモかな。実家への手紙。夫は泥酔すると私を暴力を振るう。お見合いの時はあんなにも優しい人だったのに。母親が実家に出した手紙かな。上の子はまだ3歳。お腹には赤子がいる。私の最初で最後のわがままをどうかお許しください。わがままとは？わがままの内容が書いてませんね。情報が足りないな。ああ！すっごい音がしたけど。じいちゃんとばあちゃんがあまりに怒りすぎて家が爆発した。観察できるということはまだなんか秘密があるのかこれ。ありますね。ああ！先生、何研究してるんですかあなた。さあ本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。